ある人たちはこう言います。何を話すか決めていない。でも言葉が自然に出てくる。普通に考えると少し不思議に聞こえますよね。でもこれ、特別な能力ではありません。直感に従い続けたとき、自然に起きてくる変化です。そしてそれは言葉だけではありません。行動も選択も人生そのものも、考えて動かすものから起きてくるものへ変わっていきます。直感とは無意識が統合した答えでした。ではそれに従い続けると何が起きるのか。まず起きるのは決める前に方向がある状態です。これまでは考えて比較して選んでいた。でも変化が進むと、これでいいか。今の考えてない。なんでこっち来たんだろう。勝手に出てきた。感覚としては、決めるではなく、気づく。人生が選択の連続から流れに乗る感覚へと変わっていきます。そしてさらに進むとある現象が起きます。それは考えていないのに話している感覚。次に何を言うか自分でもわからない。でもちゃんと話せている。むしろ考えていた時より深いことを話している。これはなぜか。ここに直感の本質があります。ではここで少しだけ体感してみましょう。直感は特別なものではありません。ただ気づいていないだけです。直感が出てくるとき、共通していることがあります。それは、思考が少し静かになっている状態。やり方はシンプルです。今ほんの少しだけ、頭ではなく、体の内側に意識を向けてみてください。呼吸、胸、お腹、どこでもいい。そして今、体を動かしたいですか？それとも、このままでいたいですか？どちらかほんの少し先に感じた方がありませんか？考えなくていい。先に出てくるかすかな感覚をそのまま受け取ります。それが直感の入り口です。最初はとても小さくて、これで合ってるのかわからないかもしれません。でも、そのわずかな感覚に従うこと、それを繰り返すことで少しずつはっきりしてきます。
そしてこの状態で先ほどの現象を見ると少し違って感じるかもしれません。ここで一つ大切なことがあります。直感はいつでも来ています。でも、受け取れなくなる瞬間があります。それはすぐに考え始めてしまうとき。例えば、なんとなくこっちかな。そう感じた瞬間に、でもこっちの方が安全じゃない？普通はこうするよね。そんな声がすぐに重なります。これは間違いではありません。脳があなたを守ろうとしている自然な反応です。ただこの時、最初に出ていたかすかな感覚はとても静かで、後から来る思考の方が強くはっきりしている。だから気づかないうちに思考の方を選んでしまう。もう一つよくあるパターンがあります。それは正しいかどうかを判断しようとすること。直感は正しい答えとして出てくるわけではありません。ただ、今のあなたにとって自然な方向として現れます。でもそこで、これ合ってる？失敗しない？と確認し始めると、再び思考が前に出てきます。するとさっきまであった静かな方向感覚が見えにくくなります。だから大切なのは、正しく選ぶことではなく、最初に感じたものにほんの少しだけ従ってみること。最初に出ているものほど静かで早い。大きな決断でなくていい。小さなことでいい。こっちに行ってみる。この言葉をそのまま言ってみる。その繰り返しで少しずつ感覚がはっきりしてきます。そしてこの仕組みを頭ではなく体で理解すると、次の話がよりリアルに感じられます。普段の私たちは前頭前野、つまり思考の領域で言葉や行動をコントロールしています。でも直感の状態では主役が変わります。脳には無意識の統合ネットワークがあります。ここでは記憶、感情、身体感覚、すべてが同時に処理されています。直感に従っているとき、この統合された情報がそのまま言葉や行動として現れます。つまり、考えているのではなく、考える前に出ている。だから言葉が自然に出てくる。行動も自然に起きてくる。ここでとても大切な変化が起きています。思考は消えるわけではありません。ただ、立ち位置が変わります。これまでは思考が前に立ち、すべてを決めていました。でも直感に従う流れの中では、思考は一歩後ろに下がります。そしてすでに起きているものを受け取って言葉にする。整理する。形にする。いわば通訳のような役割になります。だから感覚は大きく変わります。どうしようではなく、あ、これだな。決めているというより見つかる。
そんな感覚へと変わっていきます。さらに進むと、もう一つの変化が起きてきます。それは、自分がやっている感覚が薄れること。気づくと行動が起きている。言葉が出ている。流れがある。そして感じます。すべてが流れている。ここで多くの人が気になるポイントがあります。直感に従い続けると人生はどうなるのか。本当にうまくいくのか。結論から言うと、人生はとても滑らかになります。無理に推し進める感じが減り、必要なタイミングで必要なことが起きやすくなる。偶然とは思えないような出会いや出来事も増えていきます。いわゆるシンクロニシティと呼ばれるものです。ただしここで大切なのは、それは特別な奇跡が起きるというより、もともと流れていたものに気づき始める感覚に近いということです。感覚としては、未来をコントロールする不安が減り、ちゃんと進んでいるという静かな確信が内側に生まれます。幸福度も変わります。何かを達成した時だけの一時的なものではなく、理由のない安心感、ベースにある満たされた感覚、それがじわーっと続くようになります。そして気づきます。人生は頑張って動かすものではなく、すでに動いているものだったと。そしてこの感覚は日常の中で静かに現れてきます。特別な状態ではなく、ふとした瞬間に気づくように。必要な時は思考も使う、判断もする。でも巻き込まれない。不安や迷いもなくなるわけではない。ただ、波のように現れて、そのまま通り過ぎていく。ベースに残るのは、静かな安心感。では少しだけ体験してみましょう。目を閉じてください。呼吸を感じます。頭ではなく、体の内側に意識を置く。今この状態で次に出てくる言葉を待ってみてください。出てきた瞬間、自分が考えたかどうか観察してみてください。考えなくていい。出てきたものをただ受け取る。
これがコントロールしていない言葉です。直感に従い続けると、人生はコントロールするものから流れているものへと変わります。言葉も行動も選択もすべて内側で生まれている。あなたがやることはただ一つ。それを邪魔しないこと。